ちは、メイです。今年初めての動画は湖に浮かぶ秘密基地を作っていきます。なるべくわかりやすく解説していくので、島クリエイトの参考になったら嬉しいです。それでは早速今回作る場所に行きます。前回作った場所から右側に行った場所を全面使います。湖とその真ん中に浮かぶ島を作るので、大きめの土地があるといいと思います。割と広大な土地ですね。大きめの土地の方が融通が利きやすいので、島クリエイトが苦手な方は思っているより2倍ぐらいの大きめの土地がおすすめです。まずは大きめの土地の真ん中ぐらいに来るように島を作るので真ん中を探します。とりあえず2段目を作ってみて位置の調整をするのが手っ取り早いですね。島は 7×7 の大きさで作ります。まずは縦から作ります。最初は大体でいいので適当に作ります。次は真ん中を決めて真ん中にしたい部分に横の2段目を作ります。私のおすすめとしては湖の真ん中よりちょっと上くらいに作るといいと思います。 7×7 の島を作る下準備ができました。最初はこんな感じで十字を作ると後から島を作りやすいです。真四角にしていくので空いている部分に崖を作ります。毎度おなじみの島主の増強された筋肉で崖を作っていきます。あれからこのスコップが秘密道具か普通のスコップか考えてみたのですが、両方の説がありそうですよね。秘密道具は使用条件がついたものもあるので、もしかしたら筋肉がモリモリであることが条件かもしれないです。真四角の島ができました。ここから家具などを飾ってから島を削ったりして調整していきます。最初は場所を大体決めるために大きめの家具を置きます。今回は広葉樹を3本植えます。木を植えるためにベッドを置いて位置を決めていきます。ベッドの半分が木と重なるようにします。秘密基地っぽく自然な感じのランプにします。ベッドの頭側に広葉樹 L を植えます。成長しきった木だとベッドが隠れすぎてしまうので L サイズにします。ベッドの足側から1マス開けて広葉樹 L を植えます。これが基本の形です。左右反対にしてもいいと思いますし、木の大きさを変えるのもいいと思います。ここから周りにマイデザインと家具を飾って島を仕上げていきます。たまにカメラで家具の位置が大丈夫かどうか確認します。斜めのアングルからも撮りたいので斜めからもチェックします。この秘密基地のアイデアは海外の方がやっていて、そのアイデアをお借りしています。詳しくは概要欄をご覧ください。ベッドの前側を中心にマイデザインを敷いていきます。だらしない家具×散らかって見える家具の組み合わせは生活感が出ていいですね。だらしない家具については動画を3つ出しているので、ぜひそちらもご覧ください。こんな感じで大体家具が飾り終えました。カメラで確認します。斜めのアングルにした時もいい感じに見えますね。今回は真四角で人工的な感じがするので崖を丸く削っていきます。島は大きめに作ってあるので丸く削りやすいと思います。私の中であるあるなのですが、小さめに作りすぎてしまって家具や木が飾れなかったり、思った通りに崖を作れなかったりします。なので最近はようやくそのことに気がついて、何でも大きめ広めに場所を取るようにしています。自由度が高い分、そういうところが熱盛の難しいところであり楽しいところですね。風車が崖ギリギリなので1マス後ろに崖を足して丸くします。そうなると縦8マスになりますね。島が丸くできたのではしごやつるを崖に飾ります。今回ははしごを正面に飾りますが、斜めからでも可愛いかと思います。つるを崖にたくさん設置して自然な感じにしていきます。斜めからの撮影もするので側面も忘れずにつるを設置します。島が丸くできたので仕上げにマイデザインを敷いていきます。削る前にマイデザインを敷くのもいいかと思います。私はあまりしっかりと予想ができない行き当たりばったり派なので、後でマイデザインと花などを飾る派です。
掛下も1マスだけ家具などを飾れるスペースにしていきます。掛下は1マスだけ開けながら湖を作っていきます。これが一番大変で時間がかかる作業だと思います。湖を作るそれだけの作業なのに根気のいる作業ですね。左右の横幅を大きめに湖を作れば、正面から見て下からのアングルにした時に島が浮いている風にも見えるので結構おすすめです。島の後ろ側の湖を大きめにするとただただ見栄えが良くなります。前回作った竹から湖に川をつなげます。川をつなげたら湖じゃなくなるなぁと思いながらも川を掘っていきます。熱盛の世界なので何でもありのゆるい感じでやっています。己の道をただ進むのみ。途中で確認します。ちょっと浮いている風にも見えますが、右奥をさらに掘り進めます。多少変わったのでよしとします。仕上げに湖の内側と秘密基地を飾り付けていきます。新しくお借りした花の舞デザインがすごく可愛くてテンションが上がっています。花の舞デザインの上につるをかけると可愛さ増し増しですね。ジャンプでいけないので高跳び棒を使います。Twitter で海賊の樽の周回方法を教えていただいたおかげで無事に揃えることができました。ありがとうございます。この樽の色がいいんですよね。次の動物の森では樽が簡単にリメイクできたらいいですね。ツールの下にマイデザインを敷くためにいろいろ撤去します。ここで少し告知ですが、次回の動画は生放送となります。1月14日夜10時から配信予定です。ぜひ遊びに来てください。これで完成です。高跳び棒を使わなければ来れない場所なので秘密基地感が出ましたね。これを3段目に作ればラピュタみたいにできるかもしれないですね。意外と簡単に作れそうだなと思った方はぜひチャンネル登録、グッドボタンお願いいたします。それでは最後に完成ムービーをご覧ください。